こんにちは、です。今回は砲弾型 LED を使用してヘッドライトとテールライトのユニットを自作していきます。グリーンマックスのキットや加藤やトミックスのライト非対応の古い車両へのライト組み込み用などに使用できます。では早速工作開始。まずはテールライト用の LED を塗装します。ガンダムマーカーのレッドでLED の頭の砲弾型プリズムを塗りつぶします。テールライト用に赤いプリズムがあればこの塗装は不要です。制作中にどちらの LED がテールライト用なのか間違わないためというのが主な目的の塗装です。使用する砲弾型 LED はサイズ 3mm で 12V 対応に抵抗がハンダ付けされたものです。リード線は不要のため抵抗を保護する収縮チューブを残したあたりでカットします。 LED のプラス側の収縮チューブ内に抵抗があります。次にプラス側抵抗と直列配置にスイッチングダイオードをハンダ付けします。鉄道模型は2本のレールからプラスとマイナスの電流を得ることでモーターを回転させたりライトを点灯させたりしています。このレールに流れるプラスとマイナスの電流が逆転するとモーターの回転が逆になり列車は逆方向へ進みます。ところが LED は電流の向きが一定で逆向きの電流が流れると破損するリスクがあります。室内灯のように前進後進、つまり電流の向きに関係なく点灯させる必要がある場合は LED の手前に整流ダイオードを入れます。整流ダイオードを通った電流は LED 側には常にプラスとマイナスが一定した電流が流れるようになります。ヘッドライトとテールライトの場合は逆方向への走行時には非点灯とするため逆向きの電流は遮断する必要があります。その逆向きの電流を遮断してくれるのがスイッチングダイオードです。スイッチングダイオードにはカソード側にマークが入っています。このダイオードは紺色の帯がある側がカソード側、LED をつなぐ側となります。ではハンダ付けしていきましょう。LED の抵抗がついている側にスイッチングダイオードをつなぎます。動作確認を行います。 LED のプラスとマイナスに対して反対の電流を流します。電流が遮断されているために点灯しません。ではプラスとマイナスを入れ替えます。今度は電流が遮断されずに流れるため点灯します。これをヘッドライト用とテールライト用を作成し逆さにつなげることで前進後進でそれぞれ点灯非点灯の状態を作り出せます。では実際に作成した LED を一つにまとめてしまいましょう。ヘッドライト用テールライト用のそれぞれのプラスとマイナスが反対になるように逆さに重ねて足を一本にまとめていきます。ヘッドライト用のスイッチングダイオードと抵抗がつながれた足にはテールライト用の何もつながれていない足をつなぎます。同様にテールライト側のダイオード抵抗がある足にヘッドライト用の何もない足をつなぎます。足をつなぐ位置は図のようにスイッチングダイオードの手前側となります。一つにまとめた LED の動作を確認してみましょう。ヘッドライト用 LED が点灯し、テールライト用 LED は非点灯です。次に向きを変えて通電させてみます。今度はテールライト用 LED が点灯し、ヘッドライト用 LED は非点灯です。これでヘッドライト、テールライト用のユニットの完成です。
次にテールライトのようにライトが左右2灯ある場合などに1つの LED から照明を分散させるための素材を作成します。使用するのは100均などで買えるアクリルスタンドなどです。これをカットして LED からライト部分のプリズムへの導光素材とします。ライト部分のプリズム自体もない場合は光ファイバーケーブルを直接 LED から伸ばしてライトのプリズムを兼ねさせる方法もあります。ただ光ファイバーケーブルで導光とプリズムを兼ねさせる加工はアクリル素材を使用するより難易度が高く、今回は断念しました。ライト用のプリズム部分のみを光ファイバーケーブルで作成して、導光にはアクリル素材を使用する方法が一番お手軽かもしれません。では LED の光をカットしたアクリルに通してみましょう。中心部が明るすぎて分かりにくいですが、左右にも導光されています。中央の LED が接する面にくぼみをつけていきます。アクリルをヤスリで削るだけで大雑把で大丈夫です。次にアクリルの導光に必要のない箇所をアルミテープで遮光します。まずは LED が接する反対側、アクリルの中央部分です。中央を遮光していないと前面の貫通扉が光ってしまいます。続いてアクリルの側面や上面にアルミテープを貼って遮光します。まだ完全ではないですが、テールライト用に左右に導光できています。導光用のアクリルは車両によっては高さに余裕を持たせて作成しても大丈夫です。こちらは厚さ控えめで高さに余裕を持たせて加工したものです。次にヘッドライトの導光もチェックします。こちらは加藤の旧型黒電用ヘッドライトです。専用のライトユニットでなくても点灯が可能です。今回は自作のヘッドライト、テールライトの工作動画をお届けしました。実際にキット車両へ組み込む工作も行っています。キットへの組み込みは過去動画をご参照ください。LED 周りの工作はいろいろ活用できると思います。詳しい知識もなければ工作技術の未熟な私でもなんとなく工作できていますので、工作が苦手な方もぜひ挑戦してみてください。ただし使用する電子パーツの使用、抵抗値、帯電圧などを必ず調べてください。破損事故の原因となります。工作は自己責任で、まずはジャンク品で試していきましょう。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。